回は新年一発目の解説として、いつも通りの空間解説ではなく、バックルームズに関わる重要なことについて解説していくよ。なんだよ、バックルームズに関わる重要なことって。今回取り上げるのは、Casper Bray Numbering System。なんだ。急に悠長。それにバックルームズと全然関係なさそうな感じがするんだけど。いやいや、これが大いに関係するんだよね。まず、一つ質問するんだけど、グミは、レベルの番号付けってどうやってやっていると思う？考えたこともなかったな。発見した順に番号付けとか。昔はそうだったんだよね。昔はってことは、今は違うのか？それじゃ、レベルの番号付けの歴史について解説するね。まず、空間に対して数値を付け始めたのは1900年代初頭。これ以前は、ザロビーやハビタブルゾーンみたいに、空間に対して直接的な名前を割り振って分類されていたんだ。ってことは、今のサブタイトルは名前ベース分類システムの名残だったのか。時が経つにつれて、MEG が何百もの新しい空間を発見していったんだけど、その分判別しづらくなったり、似たような空間が増えたりしたため、名前による分類がしづらくなってきたんだ。確かに、サブレベルみたいな似たような空間があったら名前も思いつきにくいわな。これを機に MEG は、名前ベースによる分類から、数字ベースによる分類に切り替えたんだ。ここからレベルが登場したわけか。それがまだなんだよね。数字ベースの分類は、通称メジャーナンバリングシステムと呼ばれ、この番号付けは、空間が発見された順に分類されるものなんだ。つまり、空間の発見された日にちが遅ければ遅いほど数字は大きくなるのか。そういうこと。また、このシステムが主流だった当時はまだレベルという言葉は使われておらず、その代わりにエリアと呼ばれていたんだ。レベルじゃなかった時代があるのか。この番号付けによって、より空間を判別しやすく、かつ分類しやすくなったんだけど、この番号付けは、間もなく変わることになったんだ。そんな短い間に変わったのかよ。1965年、インプレサリオに所属する H ジャダカスパーは、同所属のケイサラブレイと共に、レベルキーズの驚くべき特性を発見したんだ。まず、レベルキーズってなんだよ。そもそも、レベルキーズっていうのは、各レベルごとに異なる鍵のような形をしたオブジェクトで、主な効果として、繋がるレベルの入り口を開いてアクセスできるものなんだ。便利どころか結構なチート級のオブジェクトじゃね。そのレベルキーズの発見した特性として、鍵自体から電波のような振動が発信されているようで、レベルキーズから10メートル以内にある無線機であれば、その電波を拾うことができるんだ。それと分類とどう関係してくるんだ？まず、インプレサリオの2人はエリアさん。今現在のレベル1のレベルキーズを拾って、無線機を近くに置き、周波数を調整すると、ちょうど 1MHz にチューニングしたところで、レベル1と似たような環境音が聞こえたんだ。鍵と空間が共鳴してるのか？この効果は、他の周波数にチューニングしても同じようになり、より高い周波数では、他のレベルでよく聞く環境音が聞こえてくるんだ。どういう理屈なんだろ。そしてこの2人は、バックルームズのエリアは建物の階層と同じように、何らかの形で秩序づけられているという仮説が立てられ、1967年、彼らはこの仮説を証明するために、空間の順序を決定する理論を導き出したんだ。証明方法とか難しそう。この理論の証明は至って簡単で、当時まだ未発見だったレベル400が存在すると仮定して、レベル400以外のレベルキーズを使って、400MHz にチューニングしたところ、波のような環境音が聞こえたため、レベル400は水のある空間であると仮説付けたんだ。その後、レベル400は大海原の空間が広がっていることが確認できたため、この理論を元にした番号付けを採用し、この番号付けはカスパーブレイナンバリングシステム、空間はレベルという用語が使われるようになったんだ。レベルっていう名称が浸透するまでにこんな成り立ちがあったのか。次に、カスパーブレイナンバリングシステムについて詳しく説明するよ。まず、1MHz はバックルームズの一つのレベルに相当し、レベルキーズの近くに置かれた無線機から聞こえる、各レベルの環境音によって決定されるんだ。例えば、あるレベルの環境音が 462MHz で聞こえた場合、そのレベルはレベル462に分類されるんだ。これは至ってシンプルだよな。一部のレベルの環境音は、メガヘルツスケールの整数ではない周波数で聞こえることがあり、当初は謎だったんだけど、これらのレベルのほとんどが、別のレベルに関連していることが判明したため、後にサブレベルとして分類されるようになったんだ。例えば、聞こえた環境音が 1.56MHz にチューニングした時に聞こえたとすると、それはレベル 1.56 として分類され、レベル1のサブレベルになるんだ。そっか、周波数が整数だけとは限らないもんな。たまに無線機で環境音が拾えない空間があるんだけど、これらはアノマラスレベルズとして分類され、データベース内で番号の代わりに名前が付けられることになったんだ。ザハブとかザエンドの周波数を無線機で拾えないのか。
そして2017年、とあるレベルとそこにあるオブジェクトが発見されたことを機に、この番号付けがまた大きく変わるんだ。まだ変わるのかよ。そのレベルはレベル -1000、ザ・ヒューマンリミットという空間で、そこにはネガティブマターと呼ばれる物質が発見されたんだ。何それ？まあ、ネガティブマターの説明をすると頭がこんがらがってくるので、とりあえずネガティブレベルにしかない物質と捉えてもらえれば。で、そのネガティブレベルにも、ネガティブマターが含まれたレベルキーズがあって、その鍵にも通常のレベルキーズと同じように周波数を発信する性質があったため、ネガティブレベルを分類できるようになったんだ。それが今用いられている番号付けなのか。ちなみに、この性質を用いてレベル999を超えるレベルの環境音を聞こうとしたんだけど、決定的な結果は得られず、レベルキーズの近くにある無線機を 1000MHz にチューニングしても、レベル0と思われる環境音が聞こえるだけで、さらに高い周波数にチューニングしても無音なんだ。これが、レベル1000以上が存在しない理由なのか。ということで、今回はカスパーブレイナンバリングシステムについて解説したよ。今の番号付けは、発見された順に付けられてると思ってたけど、ちゃんとした規則にのっとって付けられてるなんて思ってもみなかったな。たまには、こういうバックルームズの仕組みについて解説するのもいいよね。ってことはこの番号付けから考えるに、このレベルは 368MHz で反応するのか？こっちとはまた世界線が違うから、番号付けの仕方は変わってくるかもね。となると、なんでレベル368板なんだ？